はい、ではアテネ発マドリード行きのエーゲ航空に乗っていきます。はい、アテネ発マドリード行きのエーゲ航空の機内乗り込みました。シート配置 3×3 で、シートピッチは狭いです。機内エンターテインメントもない。エーゲ航空乗るの今回の旅で3回目なんですけど、エーゲ航空飯以外はマジで微妙です。はい、これが機内食です。これパンケーキらしいんですけど、機内食もしょぼいな。もうエーゲ航空には乗りたくねえ。はい、ほぼ定刻通りスペインのマドリード・バラハス国際空港に到着しました。スペインのマドリード・バラハス国際空港、外に出てきました。ちなみにターミナル2と3の間ですね、ここは。今回の世界一周旅、4カ国目になりますね。私スペインに来るのは初めてです。で、スペインの首都はここマドリードになります。ここスペインもギリシャに続いて通貨はユーロですね。ユーロの現在のレート、また円安になってますね。176.68、176.7 で計算表示していきます。ということでマドリードに着いたんですけども、実はですね、マドリードはもちろん後で来るんですけど、今からバルセロナへ向かいます。早速ですが、バルセロナへは電車で行きます。ここからですね、空港からマドリードのアトーチャ駅っていうマドリードで一番大きい駅になるのかな、多分そこまで行って、そこから電車でバルセロナへ行きます。空港からアトーチャ駅まではバスで行くのが便利で安いらしいので、バスで行こうと思います。で、今この20番出口を出てきたところなんですけど、この横断歩道を渡ったここがバス乗り場っぽいですね。ここにアトーチャ駅行きのバスがあるはずです。来るはずです。で、ここにバス番号があって200番でも行くらしいんですけど、この203番がいわゆる空港バスみたいな感じでアトーチャ駅まで早く行くみたいです。なので203番に乗ろうと思います。ここに停車場所書いてあって、これが多分203番のことですね。終点がアトーチャ駅になります。今日日曜日なので若干本数少ないけど、それでも18分に1本ぐらい来るはずなんだけど、全く来ない。もう40分ぐらい待ってるというのを忘れてました。ギリシャのアテネからここマドリードの時差はですね、マイナス1時間、日本と比べたらマイナス7時間になります。で、マドリードとバルセロナは同じ時差ですね。12時51分にやっと203番のバス来ました。こんだけ遅れたので当たり前なんですけど、激ゴミですね、車内。通常だったらそこに大きい荷物を置く場所があるんですけど、こんだけ混んでるんで不可能です。ベンチンは5ユーロですね。で、クレカでも払えます。クレカタッチでも払えます。はい、1時18分にアトーチャ駅着きました。いや、混んでてきつかった。さっきも話した通り、このアトーチャ駅からバルセロナまで電車で行きます。で、列車のチケットはオミオっていうサイトアプリですでに購入済みです。これですね。2時12分発なんでまだ時間はありますね。料金がですね59ユーロでした。で、アトーチャ駅のサリダスが出発だと思うので、おそらくあそこだと思います、乗り場は。では駅舎の中に入っていきます。どんな感じ？なんか今工事してんですかね。全然想像してた駅舎と違った。もっとなんかおしゃれな感じなのかなと思ったんですけどね。で、ここで荷物検査をするみたいですね。厳重っすね。今このカフェで水買いました。 2.3 ユーロ。かっけえ。私は1号車になりますね。さすがスペインということで何号車かは分かりやすく表示されてますが、1号車一番向こうだった。遠いな。はい、やっと1号車着きました。いやー、重い荷物抱えてるとしんどい。私の座席は21の A ですね。下じゃなくて上の階って感じです。はい、21の A の席ありました。一人席です。こんな感じの席ですね。で、私の席のすぐ後ろ、ここに大きい荷物置けました。こんな感じですね。
チケット買うときに車両の一番前なのか一番後ろなのかよく分かんなかったんですよ。確か一番前だと思って取ったんですよね、この席。そしたら一番後ろでした。1号車の中はこんな感じですね。私の座ってるここが1人席で、右側が2列って感じ。 1×2 ですね。マドリードとバルセロナを行き来する列車ってほんとめちゃくちゃいろんな種類あるんですよ。いろんな会社があって、今回乗ったのはウイゴっていう鉄道会社ですね。2時12分にマドリードのアトーチャを出て、4時49分にバルセロナのサンツ駅に着く予定になってます。帝国通り2時12分ぴったりに出発しました。4時43分、予定より6分ほど早くバルセロナのサンツ駅に着きました。はい、でこのバルセロナサンツ駅から予約してるホテルまではメトロで行きます。このマークがあるんで、多分ここからメトロに乗れるんだと思います。調べてないですけど、多分クレカタッチで行けると思うんで行ってみます。あれダメということで、この券売機でチケット買います。ということで、シングルチケット買いました。 2.65 ユーロでした。このカードを入れるんだと思います。おお、開いた。L5 に乗ろうと思うんですけど、私はこの駅に降りたいので、こっちみたいですね。はい、ちょうど来ました。はい、こちらのベルダニーっていうのかな、はい、こちらの駅で降りました。電車出るときは改札通らなくていいんですね。もうこのまま出ればいいみたいです。Google マップを見てみたら、駅地上出てからだったら徒歩2分で宿ついちゃいます。メトロの駅が近くていいっすね。バルセロナにはトラムも走ってんすね。でもちろんバスもあると。やべえ、全然バルセロナは調べてねえや。トラムがあるとは知らなかった。そして着きました。今日から泊まるホテル、宿プリマベーラホステルですね。こちらになります。はい、チェックインしました。でホステルなのでドミトリーになります。ベッド、私は上の段でこんな感じです。カーテンはありますのでプライバシー性は保てそうです。ロッカーはこんな感じで奥行きがかなりあるんですよね。だから相当量の荷物が入ります。その他の施設なんですけども、こんな感じでトイレとシャワールーム、ここをもう鍵を閉めて一人で使うこともできますし、こっちはトイレもあるんですけど、こんな感じでトイレがありますと。綺麗ですね。でこのトイレ洗面所の後ろ、こっちにもシャワーがありますね。だからこっちでするのも OK ですね。1人専用個室タイプがもう1個ありまして、で今のこのトイレのところに3つあるので、合計で5つシャワーある感じかな。トイレは4つですね。さっきの2つとこの2つで、ここは共用スペースのキッチンになりますので、ここで料理することもできます。であと水も飲み放題みたいです。であと朝食が4ユーロでいただけるみたいですね。ちょっと内容をチラ見して食べるかどうか考えようと思います。他にもこういった共有スペースがあります。こっちにもあります。結構ね、形が複雑で迷子になりそうなんですよね。Wi-Fi は 39Mbps 出てます。なかなか優秀ですね。こちらのプリマベーラホステルに2泊します。2泊朝食なし素泊まりでブッキング .com で予約しまして 11,473 円でした。ただですね、さっきタックス、支払いがありまして、タックスが11ユーロでした。時間はですね、5時48分になりました。まだ明るいんですけど、今日はもう疲れたんで観光はせずに飯だけ食って終えようと思います。ちなみにプリマベーラホステルはサグラダ・ファミリアも一応ギリ徒歩圏内です。なので場所としてもそんな悪くないんじゃないかなと思います。プリマベーラホステルの近くのバルセロナの街並みはこんな感じですね。建物はやっぱヨーロッパっぽくていいっすよね。お目当てのお店着きました。グラシアプレーテスなんとかビストロでいいのかな。予約なしでも入れました。でメニューはネット上にあるみたいです。このお店写真付きでメニュー載せてくれるからめっち
ちゃありがたいね。やっぱりスペインといったらパエリアでしょうということで、シーフードパエリア頼もうと思います。で、飲み物は白ワイン頼もうと思うんですけど、グラスはこれしかなさそうだね。これにします。早速白ワイン持ってきてくれました。ここもなかなかの量ですね。いただきます。めちゃくちゃ飲みやすい。水みたい。最初のなんていうんですか、舌触りは水ですね。超飲みやすい。もうこれはいくらでもいけちゃう。はい、そして来ました。シーフードパエリア、めっちゃいい匂いする。エビでっか、めっちゃでかいです。うまそう。いただきます。いただきます。シーフードの塩気がちょうどいい具合に入ってて、めちゃくちゃうまい。なんじゃこりゃ。で、入ってる具は、でっかいエビ以外に、ムール貝、あとアサリですね。あとそれ以外にも米の中にところどころ入ってるんですよ。これ多分なんかの魚、マグロじゃないかな。多分マグロっぽい魚が入ってます。めちゃくちゃうまい。ムール貝、うまい。そしてアサリ、ちっちゃいけど全部うまい。でっかいエビいただきます。でっかいエビいただきます。まずいわけない。身がプリップリで、プリップリなんだけど、とろける感じめちゃくちゃうまい。もう今まで食べたパエリアの中でもダントツナンバーワンです。エビバ普通にうまいです。もうマジでこれ全部うまい。うますぎてテンション上がったんで、同じ白ワイングラス追加で。スペインいいな。本気でうまい。米ももう全部うまい。本当うまい。あとこのパエリアいい意味で量が少ないですね。一人じゃ食べきれないぐらいの量が来るのかと勝手に思ってたんですけど、一人でちょうどいいぐらい、むしろもうちょい食えるぐらいの量ですね。気分がいいのでデザートも頼んでしまいました。これですね、クリーマカタラーナ、多分カタルーニャですね。カタルーニャ地方のカタルーニャのことですね。はい、そして来ました。めっちゃうまそう。表面キャラメライズされてますね。いただきます。めっちゃいい匂い。ではいただきます。メニューの説明を見るとソフトクリーム with シナモンって書いてありますね。ソフトクリームなんですね。めちゃくちゃうまい。このお店いいわ。初動に何かくれました。めちゃくちゃ甘いお酒。ごちそうさまです。お会計45ユーロでした。対応してくれた店員のお姉さんもめちゃくちゃいい感じの人で、もうこのお店マジでおすすめですね。Google マップの評価も 4.8 なんで、もともと評判いいと思うんですけど、おすすめです。ではゆっくりだらだらと歩いて帰ろうと思います。ホステルの入り口まで帰ってきました。時間が今7時28分で、まだ全然遅くはないんですけど、バルセロナのことを全然まだ調べてないので、ちょっといろいろ調べ物をして今日はこのまま休もうと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。10月13日ですね。4ユーロで、食べられる宿の朝食をいただきます。ハムとかチーズ、ヨーグルトもあるんだ。で、パンがあって、エッグ。で、ここで自分で作ってもいいってことなんですかね。一応ゆで卵はあるみたい。で、あとジャムとかケチャップあって、コーヒーがありますね。こんな感じの朝食になりました。4ユーロでこれならだいぶいいっすね。いただきます。改めておはようございます。10月13日月曜日朝9時54分です。では観光に出かけたいと思います。まずバスに乗ろうと思うんですけど、その前に昨日も使ったベルダギーっていうメトロの駅に行こうと思います。なんでかっていうと、バルセロナってトラム、メトロ、バス共通のチケットがあって、1日乗り放題の券を買おうと思ってるんですけど、それがバス停だと売ってない可能性があったので、メトロの駅でまず1日乗り放題のチケットを買おうと思います。バルセロナってロンドンと一緒でチャリンコ専用のレーンがあるんですよね、道路に。意識高え。はい、ということでメトロのベルダギー駅、行って1日乗車券買おうと思います。メトロの券売機で買いました1日乗車券ですね。料金 11.55 ユーロでした。私が見たネット情報よりだいぶ値上がりしてるんですけど、しゃあないですね。じゃあバス乗り場へ向かおうと思います。はい、バス停に着きました。バス停の名前 PG でサンジョアンプロベンカ、よくわかんないけどそんなバス停です。で、ここから V19 というバスに乗りたいと思います。10分後に来るみたいですね。 V19 のバスやってきました。この機械に通しますね。
はい、バス降りました。 CN なんちゃらかんちゃらパークグエルっていうバス停で降りました。最初に向かうところはグエル公園という有名な観光地になります。グエル公園に着きまして入場券買おうとしたんですけど、どうやらこっからネットでチケット買えってことみたいですね。チケットどうやらジェネラルチケット18ユーロだそうです。結構高いですね。はい、ということで入場しました。このグエル公園なんですけど、これもアントニ・ガウディの作品群の一つになりますね。世界遺産に登録されておりまして、グエル伯爵という方の下で自然と調和を目指した総合芸術を作り上げようとした街みたいですね。このグエル公園かなり広大みたいで、どこをどう見ていけばいいかわかんないけど、とりあえず上の方から行きましょうか。このグエル公園は分譲住宅という風に説明ウィキペディアでなってます。で1900年から1914年の間に作られたそうです。私初のガウディです。初ガウディ作品を今見ております。いや、これが初ガウディということで、やっぱガウディすげーって言おうとしたけど、正直これはよくわからないです。今のちょっとよくわからなかった中楼の上に来てみた感じになりますね。まあ複雑な造形ではあるんですけど、やっぱ私にはちょっとよくわからない。でここからはバルセロナ市内を一望できますね。この景色の方が個人的には好みです。でこちらの建物はカーサトリアスっていうみたいなんですけど、一般公開はされていないみたいです。さっき話した通りガウディが作った分譲住宅地なので、こういった家カーサが点在してるんだと思います。そしてこちらのカーサトリアスみたいなこういった住宅地60軒作ったらしいんですけど、当時の彼らガウディとかグエル伯爵の独創性にみんなついていけなくて、全く買い手がつかなかったそうです。なんてこった。今になって気づいたんですけど、グエル公園って外側外周が小高い丘になっていて、で真ん中が低い盆地の底になってますね。でおそらく有名な建物群はその低い盆地側にあるっぽいです。めちゃくちゃ人が集まってる広場を発見しました。この辺が中心地なんですかね。広場の端っこにめちゃくちゃ人が集まってるから、きっと景色がいいんだと思います。だいぶ景色がいい場所からこんな感じでございます。確かにこの椅子有名だった気がするね。この椅子自体が分譲住宅として作られたって話なので、ここはその住人たちの憩いの場って感じだったんでしょうね。ということで大人気の撮影スポットからでした。この広場のすぐ横にあるここも名所みたいですね。なかなか奇妙な形の空間ですね。ここは斜めでぐるっと丸になってるんですね。この形は作ったっていうのはすごいかなとは思いますね。でこの柱の形もこう二股に分かれてるっていうところで特徴的な形になってます。ただそんないいですかこれ。多分私が芸術性のかけらもないからだと思うんですけど、そんないいですかこれ。でこの先ほどの広場の外周側はこんな感じで柱っていうのかな、この辺の装飾はかなり細かいですね。そしてこの綺麗でちょっと可愛らしい建物はガウディ博物館らしいですね。ちょっと別料金になっちゃうっぽいのでちょっと入るのはやめときます。このガウディ博物館、このテラスとかめっちゃ可愛らしいですよね。キラキラ女子が泣いて喜びそうな建物です。さっきの広場の真下あたりになるんですけど、デザインは普通な感じの柱がいっぱい立ってる感じ。でもよく見たらあれだね、柱はちょっとあれだけど天井もかなり凝った作りしてるんですね。こっちの方だとなんか絵が描かれてたり、でもそっか、ここはまあまあ好きかもしんない。この柱の天井こんな感じ。この柱だらけのところの外側行くと、さっき上から見たやつですね。この後ろのファンタジーな建物と一緒に写真撮りたかったら、この広場の1個下の方がいいような気がします。そしてこんなスペースもありますね。映えそうな場所です。おじさん一人で映えそうなこんなところで写真撮ってみました。どうすか。このファンタジーな建物のところまで来ました。で右側はなんかお土産物屋っぽいかな。で左はなんか入るのにめっちゃみんな並んでますね。やはりお土産物屋でしたね。でこれ私が持ってるユニクロの製品にめっちゃ似てる。これにめっちゃ似てない。ユニクロパクられた説があります。上の階は特に見晴らしがいいわけでもないお土産物屋でしたね。ではこのファンタジーな建物の間を縫って
出口へ出たいと思います。はい、では次の観光地へ向かいます。で、今 Google マップで見たらバスとメトロを乗り継いでいく感じになりますね。で、さすがグエル公園有名な観光地ということで、その近くにはレストランとかお土産物屋さんがたくさんあります。はい、ではこのバス停からバスになります。ではこの24番のバスに乗っていきます。はい、たった2駅でしたが、こちらのバス停で降りました。そしてバスを降りてすぐのところにあるレセプスという L3 のメトロに乗ってきます。ここに入れれば OK なはず。では L3 のメトロへ乗っていきます。ここから7駅乗ります。このパラレルっていう駅で降りました。で、この駅からですね、フニクラーっていう乗り物に乗りたいんですよ。噂によると無料で乗れるらしいんですよね。ちゃんと分かりやすい表示があってよかった。フニクラーってなんかポケモンとかで出てきそうな名前ですね。フニクラ、ちょうど直前で閉まっちゃって乗り逃してしまいました。ただ9分後にはもう次のフニクラが来るみたいですね。今暇なので説明しておくんですけど、今からモンジュイック城およびモンジュイックの丘というところに向かいます。丘なのでやっぱ高い場所にあるらしいですね。海も近いので多分海も見えるし、バルセロナ市内も一望できるっていうような、そんな感じの場所になっているはずです。次のフニクラ来ましたね。せっかくなんで一番前に乗ろうと思います。車内はこんな感じですね。でもほぼトンネルで見えないと思うので前面に張り付くのはやめました。ではフリクラ出発しました。ちょっと外にも出てきましたね。この上り坂を延々と行くみたいです。乗車時間ほんの数分でしたね。で、ここモンジュイックパーク、モンジュイック公園っていう駅みたいです。で、ここからですね、駅を出てこのケーブルカーに乗りたいと思います。ケーブルカーこれでワンウェイだと11ユーロか。で、ラウンドだと、往復だと17ユーロ。すげえ空いてんのかと思ったら結構ケーブルカーは並んでますね。そこそこ十数分待ってですね、片道チケット、買いました。11ユーロです。で、ここ機械に通すっぽいですね。で、このケーブルカーもパークモンジュイックって名前みたいです。で、こんな感じのケーブルカーになります。はい、ということで今乗り込みました。こんな感じでめちゃくちゃ景色がいいです。いいね。バルセロナめちゃくちゃ大都会っすね。すげえわ。めちゃくちゃ海も綺麗に見えるようになりました。はい、そして到着です。十数分ぐらい乗ったかな。ケーブルカーの駅舎を出たらこんな感じです。で、これがモンジュイック城ですね。入場料とかかかるのかよくわかんないけど入ってみましょう。はい、カステル・デ・モンジュイックということでモンジュイック城の正門になります。この正門の横のお堀のところがまあ素敵な庭園ですね。ヨーロッパのお城ですね。お金かかるんだ、マジかよ。12ユーロみたいですね。ということでクレカで12ユーロ払って入りました。はい、でまずエレベーターで一番上になるのかな、にやってきました。わ、めっちゃ景色良さそうじゃん。こんな感じの景色が見渡せました。バルセロナは海沿いの街なんですよね、今更ですが。で、今お城の中に入ったはずなんですが、さらに真ん中にお城があるみたいなので入ってみましょう。で、このモンジュイック城なんですけども、17世紀に建てられた丘の上の要塞で、かつては刑務所としても使用されていたそうです。 Google マップの情報によると、現在は軍事博物館となっているって書いてありました。今の城壁の中入ったらこんな感じになってました。カフェがあるだけで他は特に何もない。で、この城壁の上に登れるみたいなんで登ってみましょう。はい、登ってきました。ここがモンジュイック城およびモンジュイックの丘で一番高いところになりそうですね。こちらがバルセロナ市街地の方向になりますね。いや、大都会バルセロナで、右斜め前、あそこにはサグラダ・ファミリアもバッチリ見えます。スペインにはちょいちょいこんな素晴らしい素敵な T シャツを着ている兄ちゃんもいますね。そしてこちらは海岸沿いのバルセロナ市街地ですね。城壁を降りてきまして、で、工事中の場所とかも多いんですけど、こっち側は軍事博物館っぽい展示がありそうですね。で、このような展示物があります。もしかしてこのパネル展示だけ？
中はなんかスタッフルームみたいなとこしかない。これで軍事博物館で呼べるんすかで、先ほど城壁を登った城の西側になるかな。西側にはこんな広場みたいなとこがありますね。この海側にはですね、こんなでっかい砲台がいくつかあります。おそらく今まで私各国で見てきたんですけど、だいたい海からの敵の侵入を防ぐためにこんなものを置いてありますよね。でですね、個人的には結構びっくりしたんですけど、文殊一城以上です。城感薄め。今、城出てきました。喉乾いたんで、ここで水買います。水1ユーロ買いました。で、ここ行きはケーブルカーで来たんですけど、帰りはこの150番のバスで乗って丘を下りたいと思います。もちろん今日買った1日乗車券で乗れるはずです。速攻で150番のバス来たんで乗り込みます。フィラバルセロナっていうバス停で降りました。で、次この近くのバス停でまた違うバスに乗り換えます。で、ここすげえな。めっちゃ立派な塔が2つ立ってて、で、向こうに道の真ん中にあんな豪華なものが立ってる。で、今は何やら工事中っぽいんですけど、あの立派な建造物がある広場、エスパーニャ広場っていうみたいですね。こちらのバス停でバス乗ります。こちら H16 のバスに乗っていきます。これプラッツァかな、プラッツァカタルーニャなんちゃらなんちゃらかんちゃらってとこで降りました。で、今のバス停の名前にもある通り、バス停の目の前にあるこちらの広場、カタルーニャ広場になります。